皆さんこんにちは。こんにちは。ライドハイ発行人の岡島です。編集長の岡田です。ライターの伊藤です。に加えまして今日はですね、スペシャルゲスト編集部の翔太です。こんにちは。ライドハイ編集部の翔太です。ゲストでも何でもないですけどはい、こんな4人が集まったのはですね、今日は実はなんとボリューム1から早3ヶ月3ヶ月納車の連絡が来ましたよ。ようやくようやく。いやー長かったね。いつになるか分かんないとは思ってたんですけど、なんかちょっと電話してみたら、ショップにそろそろかなと思って電話してみたら「ああできてるよ」って言われたっていうできてんのかいっていうのが一くだりあったっていう納車日のテンションな僕です。はい、季節変わってますからね。そうですね。だからちょっと今日厚着ですもんね。ちょっと寒いがちょっと寒いぐらい。前回汗だくでしたからね。そう、汗だくでしたね。今日はちょっとこのメンツでお店行ってちょっと納車の状況をお聞きして、その後ちょっとね、小川さんにもちょっと今日バイクで来てもらったんで、バイクできました。ちょっとツーリング行って走行動画も撮れればなと思ってますので、はい、こんなオープニング動画はとっとと撮ってお店に行こう。行きましょう。行こう。さあ着きましたよ、 GP クラフト。行きましょう。あ、おはようございます。また来たって言うて車の中のやつも撮ったんでしょ。ちゃんと見てくれてますねじゃあ三好で撮ってきました。あ、そうなんだ。フロントフォークまあオーバーホールしました。オーバーホールしてもらったんですよね。中どんなでした？だから牧汁です。牧汁でした当たり前じゃないですか。やっぱり。それでブレーキキャリパもオーバーホールして。あ、ブレーキ、フロントブレーキも。そう。あ、キャブどうしたんでしたっけ？キャブはリビルトに出しました。そうですよね。なんかリビルドしてもらって。これね、はい。タンクが外れやす、このゴムがすごく手でつまむには辛いんですよ。だからこういうふうに外すっていうにこれつけてあります。で本来はここにねトレーが乗るんですよ。それはBRC さんとかで売っている。はい。厄介です。そうですね。あ、これゴム変えてもらいました。ゴム切れてましたよね。ゴム新しいのに、ゴム類はみんな新しくしました。ありがとうございます。そこと、あとエアフィルターも新しいの入れました。ありがとうございます。あとこういうメインハーネスは新しいですからね。あ、そうですよね。電気系もメインハーネスを新しくしてます。あともともとスイッチ類はあれですよね。スイッチ類は純正のやつがまだホンダで売ってるのね。それを買いました。でこれがボルテージレギュレーターとレクチファイヤーが一緒になったやつ。レギュレートレクチファイヤー、ね、そうすると、はい、こういうシールドバッテリーが使えるの。でこの辺のサビはみんな液入りのバッテリーで錆びちゃってるのね。それでこのシールドに変わってるから、はい、今後は大丈夫。大丈夫ですよ。あとはですね、マフラーが。そうですね、アゲインさんの。なんか噂によるとなんか駅間に買ったんだって。見ましたね、動画。うちのお客さんがね。ありがとうございます。そうなんですよ、いっぱい買ってただじゃ2番4番しかないやつか、なんで、ここのへこみがなくなるかなぐらいです。後ろはこのまま使うのね。後ろも一応あるんですけど、多分こっち使います。なるほどね。あとバルブクリアランス調整とかやったかな。ここのバンドとかも変えてもらったんですよね。そうです。純正の。あとドライブスプロケットと新しくなってますよ。あとチェーンもメッキチェーンですよ。チェーンとスプロケも変わってる。そうですね。まあこれがもうしばらくしたらピカピカにするんでしょ。はい社長がいやもう大丈夫です。逃げないでください。逃げないなんか運転とか乗る上で気をつけるとこみたいなのあります？
こうガソリンコックぐらいですか、現代のバイクと違うのは。まあそうですね。とりあえず今お見えになるっつんで火入れて用意してあるので、普段はこうやってオフにしといていただくと助かります。基本はオフなんですね、で乗るときに。それであとセンスタで置いといてもらった方がいいね。ああそうなんですね。別にフロートの湯面が平らになってるでしょ。ああはい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 、で、燃費ってその人の乗り方なんだけども、だからこれ擦り切れ1杯まで入れる必要ないです。これからさ遠くに行くぞっていう時だけいっぱいにして、それで、走ってると燃料なくなるでしょ、はい、バフバフバフって、あ、なんだ、い、と思ったら慌てず騒がずリザーブにする。ああ昔のバイクだ。で昔でしょ。今のはもう高校の時のバイクはそう、今のは電池ポンプだから、リザーブね、それで走りながらやってるとブブブブブーン、まあまた老けてきたっつって、その時にガソリンスタンドに向かうと。これってうんこの出っ張りがあるのが矢印矢ですか。印です。ってことで今はリザーブ、リザーブ。だこっちがオン。でそっちがオフです。あ、そういうことっすね。で普段はこうで普段はオフ。乗り終わったらオフ、そう。乗る前にオンにして、オンは下です。あ、そうかそうか、こっちにして、はい。すごいアナログだから。これでもオンにしたらすぐもう回しちゃっていいんですか。なんかちょっとなんか何分か、だからセンサーで立ってれば、ここにいつも燃料が入ってるってイメージですね。多分中に。でこれが燃料カラッカラにしちゃったとしますよ、はい。その時はここにカラカラだと燃料入っていかないので、置いとくとジャージャーって上がってくる。ジャー、そうするとエンジンブンってかかるから。でこれチョークは燃料を増量するんじゃなくて、空気を遮断するっていう仕組みなの、昔のは、はい。チョークってね、はい、空気をバタフライで遮断して燃料を濃く入れる。だからエンジンをかけたらすぐ戻す感じ。アイドルラップがつきますけど、できるだけエンジンかけたら戻してここで調整する。で2000回転ぐらいでわーってやってるとアイドリングが安定してきたら走って OK で、触ってぬるいなって思ったらもう走っちゃう。こうやってデケ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 こうやってアイドリングで温めてるとオイルが上まで上がってこないのよ。はい。だいたい2500回転ぐらいにならないとカムシャフト周りにオイルが回らないの。はい。だからストレスなのね、こういうふうに置いとく自体が。アイドリングで止まってること自体。であと走るとこれチェーン適切に貼ってあるんですけど、はい。初期伸びってします。はい。その時チェーンを引っ張ってあげるとそこから先は伸びにくいですから、だからできれば1000キロぐらい走ったら来てもらうといいですね。了解です。あともうねビクビクしないでギャンギャン走る、でブレーキ効かないの自分で納得する。おおこんな効かないんだそうすると飛ばせなくなるから、飛ばすのは高速道路だけ。遅いよこの野郎ぐらい遅いからみんな飛ばしてる人見たことないでしょこれなんせ乗らないとダメだから飾り物じゃないんでね、乗っていろんなことを経験するしかないと思うのね。故障だなんだとかもそれも経験のうちで、そう押すこともなるかもわかんないけども、それもしょうがないですよ。ただ命に及ぶようなことにはなんないでほしいのね。怪我をしてほしくないだけなんだけど、だからブレーキ効かせるようにはいくらでもできるんですけど、やっぱりブレーキが効くとなると飛ばしちゃうでしょ。そうするとひどい目に遭うのよそういう人いっぱい見てきたから、慣れてきた頃が一番危ない。何があっても直しますから大丈夫ですからね。それだけやってきます。人間は先に治んないから、バイクは治るけど人間は先に治んないからバイクは治るけど怪我しないようにそれだけだよ。私今月70古希を迎えました。もうぼちぼちかなと。おめでとうございます私ちなみに日本酒が好きですいっぱい持ってきます頑張って説明がキラキラしちゃった
初乗りですね。初乗りです。初乗りです。ここをまず儀式をオンにします。オンにします。動いた動いた動いたよ。いやちょっとすげえみんなに取られてる。ライトもライトあら電池もったいないですからあのね、めちゃめちゃ気持ちいいんだけど音とスピードが合ってない。めちゃめちゃ気持ちよく吹き上がってんのに全然ゆっくり。いやーでもこれ気持ちいいわ。だから変な話でタイヤ細いからすっげえ乗りやすい。軽っ。バイク乗ってるって感じ。なんか顔がさっきとは全然違うもん。マジでブレーキ効かなかった。みんなの言ってる意味が分かったよ。まあでも早くかけ始めれば大丈夫です。さあそうですね。早めのね。早めのね。パブロンみたいなもんやね。だいぶね。街乗りしてること考えるとどうせスピード出せないじゃないですか。これを上の方で回せるって逆に言うと気持ちいいかもしれない。スピード出てないのに上の方で回せてるから。今のバイク回せないですね。そう買い物が止まらない男はすでにクワッドロックだけは家から持ってきたんですけどでもなんかつけたくないな。もうつけたら台無しじゃない。つけたら台無しなんだけどないと不便じゃない？ね。それも楽しむんじゃないですか。お前人事だと思ってツーリング行った時に迷子になるんだぞ。ツーリング行く時だけつけるんだよ。さあということではい無事はい納車の日を迎えましておかげさまでありがとうございました。はいどうも初めてここに来てからもう3ヶ月4ヶ月ぐらい経ちますかね。なんだかんだでそのなるっけももう経ちますよ。だって最初の買った日からもう3ヶ月ぐらい経ちますからね。そうなのすでにこれ本当素材がいいからね本当綺麗になるよこれついに僕の4ファーライフが始まりますんで。始まるんだはいどうですか。いやこれ収めたら終わりだからいやいやうち終わりいやいや一生付き合ってくれるから。先ないしすぐ言いますよね。先ないね。先ない口癖になってます。よくないですよ。前向きにね。じゃあよろしくお願いします。ご苦労様でしたありがとうございます。はい乗るよ。はい行くよみんな。早く行くよ。さあということでレオくん。はい。川越の GP クラフトさんを出て。はい。有馬ダムまでやってきました。ちょっと噛んだけど有馬ダムまでやってきました。やってきました。はい、ちょっと小川さんとこの後4フォアでね走って走行動画をちょっと撮りたいなと思うんですけれども、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。いやーやっと来たね。なんかでもシルエットはいいですよね。本なんかねやっぱサイズがいいんですよ。ちょうど。ね、毎回こうオンにするっていうね。じゃあ行きます。駐車っていうと、なんか故障が多いとか、遠出ができないとか、なんかみんないろいろね、やっぱ不安なことが多いみたいな言うんですけど、なんかね、全然安定してるんですよね。なんか街中ずっと走ってきたじゃないですか。はいはなんか見てても、なんかすごい調子良さそうだなっていうのが、なんか伝わってきて、い。なんか無理してる感ないですよね。はい。なんか旧車感も、もちろんね、見た目はそうなんですけど、うんうん、走ってる姿見てると、旧車感は全くなくて、なんかとても本当に調子がいい4本っていうのが。
アイドリングとかもすごい安定してるし、今のね、ギアの周りの付け上がりとかもすごい気持ちいいんで、全然大丈夫というか、いやでもこれなんか、なんていうのかな、一体感がすごくて、無理して曲がってないというか、なんか体重移動というか、なんか全然ね、一体感が気持ちよく曲がってくれるんですよね。なんか思ったラインをきれいに。タイヤも細くて、無駄なものがどこにもなくてっていう、すごいシンプルな作りが、なんかそういう、なんかライダーの意思を感じ取って、そういう風に動くのかなっていう気もなんかしますけどね。かもしれないですね。ゆるよくん、はい。気持ちいいですよこれ、このバイク。なんか見ててもすごい気持ちよさそうでした。へえ。で、一つ問題がありまして、はい。これ僕乗ってるじゃないですか。はい。当然なんですけど、見れないんですよ。どんな形で走ってるか。なんで、ちょっと小川さんとチェンジします。急遽ちょっとチェンジしてですね、はい。小川さんが乗ってる姿を僕後ろから見たいと思います。バイクを見たいってことですよね。あ、そうです。ごめんなさい。小川さんを見たいんじゃないです。はい。バイクを見たい。なんか確かにタンクの細さとか、ハンドルの狭さとかはとてもいいですね。サイズぴったりですよ。これでも僕は初めて外から見ましたけど、マジタイヤ細いですね。細い本当に細いんで、カブかっていうぐらい細いですよこれ。そうですね。なんかでも乗ってて細いから不安とか、なんかそういうの一切ないですもんね。確かに、僕もさっき乗ってて全然それはなかったですね。なんか本当に寝かさなくてもどんどん曲がってっちゃうし、なんかすごい軽快感が強いなっていう気がします。なんかでもやっぱり GT クラスといって思いましたけど、すごい店選びが大事なんだなっていうのは感じますね。また名言飛び出してましたしね。名言飛び出してますね。バイクはどんなに壊しても俺が直してやるから、絶対直すからって言ってましたからね。絶対直すから。でも人間は治らないから運転だけは気をつけて。かっこよかったな。なんか多分今旧車買うってすごい思い入れがあって買うことだから、やっぱそういうお店の方と愛情を共有できるとさらにいいなと思いました。そうなんです。いや、なんか変な話、僕からするとたった1台じゃないですか。なんかこうレアな1台なんですけど、彼らからすると毎日あることだと思うんですよね。それでもなんか一人一人にここまで丁寧に接してるのはさすがですね。なんか多分一台一台症状も絶対違うし、オーナーさんの思いも違うはずだけど、そこにちゃんと応えていくっていうのはやっぱああいうキャリアがあってこそだと思うので。そうですね。なんかお店の方が整備のタイミングで40キロテスト走行したって言ってましたね。なるほど。なかなか40キロテスト走行してくれることはないと思いますよ。普通の店で。ああいうなんか丁寧な作業を一台一台にしてると思うと、まあそれは時間かかるよねっていう気がします。商売下手すぎるんですよ。いやまあお客としてはすごいね、安心なんですけど、ああいう姿見ると。なんかああいうバイク屋さんだとやっぱり長くバイク趣味を楽しめるというか、それこそ旧車趣味もね、ちゃんと今でも楽しめるのが、ああいう方がいるからでしょうね。はい、ということでボリューム2納車編ということで、無事納車されまして、新車と違ってあれだね、なんかこれからあれやろうこれやろうがいっぱいあって、もう早く帰って磨きたい。はい、いいバイクだったな。はい、ということで、
また皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。翔太これ後で乗ってみる？翔太乗ってみなよ。翔太の感想聞きたいわ。翔太のだいぶ年上ですからね。初の旧車。旧車。はい。キーもオンにしてなかった。免許取り立てか。みんなオフにしたね。みんなオフで。どう？すごい、めっちゃ楽しいです。楽しいよこれ。めっちゃ楽しいです。ああでも思うんだ。最初の発進の走り始めはこんな非力なバイクなんだなって思うんですけど、走り始めちゃうと遅って最初なる。遅ってなるし、あ本当にブレーキ効かないってなるしみたいな。おっと思ってスピードメーター見ると全然スピード出てないんだみたいな。30キロみたいな。